こんにちは、加藤です。今日のテーマは、ハサミを用意してみました。文房具屋さんで売ってる、ありふれたハサミなんですけれども、これを斜め左上に向けて置いてみました。こんな風に工業製品なんですが、真上からとか真横からではなくて、ちょっと斜めに置いてある上から見下ろしている感じ。この感じが自然な感じに見えるように描くとなると、結構難しいもんなんですよね。そこで今日はこのハサミを例に捉え方について進めていこうと思います。いきなり描き始めても戸惑うと思うので、こんなものを用意してみました。これね、先ほどハサミをここに置いてですね、マジックで形をなぞってみたんですね。ちょうど手形をなぞるような感じでなぞってみました。一番外側になるところに線を引いて、ガイドラインですね。あと中心はどこかな。回転の軸の中心の部分はどこかなとか、取っ手の穴の端っこ、終わるところ、あと一番外側、広がっているところですね。この中の穴の一番幅の広いところ、主要なポイントに線を引いてみました。で、こういったガイドラインを引いた紙をですね、ちょっと置いてみると、こんな風にですね、斜めに。では、書き始めはですね、実際のハサミはちょっと置いておいて、これ実物はね、ちょっと厚みがあるんですよね。置いておいて、もしこれ厚みなかったらどんな風に見えているのかっていう、こちらのガイドラインを引いた紙を、これをメインに、これを見ながら、ちょっとね、形取りの仕方を説明していこうと思います。ガイドラインをちょっと引いてみましょうか。例えばこんな感じで、これがその一番外側を結んでいる四角。パースによってどんな角度に見えているのか。例えばこの角度とこの角度、2つの角度ありますけれども、若干手前がハの字にどう言ってるんでしょう。平行よりもちょっと手前が広がるような、そんな感じでしょうか。そして、このライン、こんな角度。で、下はこんな角度。ほぼ平行ですけど、これも同じく遠くの方が少し狭まってる感じ。そして真ん中を通る、中心を通る線ですね。で、この中心を通る線を引くときに、このパースがついているので、徐々にこの同じ間隔が狭くなっていくっていうのを意識した場合に、ここどこに引いたらいいのか、目で見て判断してほしいんですけど、迷ったらこれ対角線をね、引いてみるといいです。対角線を引いてみると、これ製図の図面の上ではですね、引いてみると、そのちょうど中心が出ますので、この四角の中心ですね。それによって、真ん中を通るガイドラインが引けると。目で見た感じで進めていきます。こんな感じでいいかな。もうちょっと長いですね。もうちょっと長い。このくらい。この比率が、縦横の比率が、大体こんな感じですかね。はい、ちょっと線を整理してみます。はい、こんな感じでいきましょうか。この角度もうちょっと斜めかな。このくらいかな。はい、こんな感じでいきます。で、次に、主要なところ、この止めてある丸のところですね。これがどの辺かな。この辺かな。この辺かな。手前もうちょっと角度ついてていいですね。こんな感じかな。はい。次に、この位置は、だいたい2分の1くらいですかね。これの2分の1くらい。この辺。で、次に、この位置は6対4くらい。6対4くらいかな。この辺かな。はい。だいたい主要なポイントになりそうなところ、ガイドラインを、ざっとですけれども、引いてみました。はい、ちょっとね、余計な線を整理します。少しね、角度が見えにくくなってきましたね。こ
ここ、ここ、これ、これ。はい、こんな感じで。はい、こんな感じで画面に入ってるかな。はい。では、ここがその閉じるところ。で、ハサミの切るところがあって、で、この辺りから、左右に、この手を突っ込むところ、指を突っ込むところですね。一番外側がここ、ここ。形は左右って右と左のこの、指を入れるところですけれども、形が歪んで見えているので、それに沿って捉えていきます。例えばここの間、このくらい空いている、このくらい空いてるって、左右を常に対応させながら見ていくといいと思います。で、これもこの辺で集約されるかな。この辺で線が集まってくる。こんな風に集まってくる。で、今これは、なぞって引いた線なので、2つのこのパーツとしての上の刃と下の刃っていうのが一緒になっちゃってますけれども、実際はこれ厚みもあるし、どっちが手前でどっちが上でどっちが下かっていう上下関係もあるので、一概には言えませんが、とりあえずこんな感じで形取りをしていこうと思います。どうでしょう。この形がなんか印象が違うんですよね。もうちょっとこんな感じかな。そしてここが広すぎましたね。少し狭めて狭くしてみます。ガイドラインに対してこんな感じかな。向こう側の形はこんな感じかな。左右の、この中心からの距離も手前が少し広めにと奥側は少し狭めに見えていると思うんですが、そのあたりちょっと印象を合わせながらこんな感じかな。中心からの距離がだいたい同じか遠くがちょっと狭い感じですね。最初に引いた中心のガイドラインはなるべく大事に尊重しながら、指を入れる穴のこのカーブしたなんて言うんでしょうね、おまんじゅうみたいな形の穴の形を捉えていきます。多分ハサミの中で一番難しいのって斜め上から見たこの穴の形だと思うんですよね。印象が合わないっていう人はこの形がなかなか取りにくいと思うので、ここを重点的に見ていきましょう。ただこれマジックでなぞった形なので、実際のシルエットよりもねちょっとだけデカめ大きめになってるんですよね。少し外側に広がってトレースしてる感じなので、実際のフォルムに比べるとちょっと太り気味だと思います。まず、ガイドラインというかね、大まかな形取りはこんな感じでどうでしょうか。はい、こんな感じですね。だいぶ苦労しましたけれども、このね、迷ったら上から紙に置いて上からマジックでなぞってシルエットを写し取ったやつにガイドラインを引く。そしてそのガイドラインを紙に書いてみてから、斜め上から見たその形をトレースっていうか、見ながら書く練習なんですけど、してみる。こういう練習してみてはいかがでしょう。ただ、今回は厚みはないですけどね。はい。では、この辺りでちょっと本物に置き換えてみましょ
上に置いた方がいいかな。こんな感じ。上から見て線を引いたんですが、実際はこんな風に置いて、上からマジックで線を引きました。で、こうやって見ると、穴はこんな風には見えてないんですよね。これは理屈の上での、この、投影図というか、透視図というか、なんですが、実際はこの厚みがある分、取っ手の部分は、穴の形はちょっと違って見えてるんですけれども、まずはこの原理というか、この理屈の部分ですね。実際にこれやってみて、自分でね、こう、マジックでなぞって斜めに置いて、書いてみて練習をしてみてください。はい。今日の動画は、ハサミみたいなものを斜め上から見て描こうとしたときに、形がうまく取れない方に向けて、何かコピー用紙のようなものにですね、マジックでトレースした上でガイドラインを引いてみる。で、そのガイドラインを見ながら斜め上から書く練習をしてみてはいかがでしょうかという提案でした。はい、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。